正面にお互いにお願いします。はい、今日は内反地セミナーということで、他の流派で稽古された方もいるでしょうし、初めてな方もいると思うんですけども、内反地という型があって、それをやるとめちゃんこ強くなるんです。もう本当にね、なんかやっぱ型に意味があるだろうってのはずっと思ってて、なんでこんなことするのみたいなねのはずっとあって、なんで引き手ここなのとかね、なんでこんな立ち方するのっていうのはね、ずっと疑問だった。プロの格闘家として勝たなきゃいかんんですよ。必死ですよこっちは。だって勝たないと飯食えないし、人生が前に進めないんで、もう結果しか求めないです。もういい練習法とかこんなかっこいいとかそんなのいらないんですよ。勝ちたいんですよ。だからもう必死になってね、勝つためのことを探してました。だから本気で一生懸命考えて、僕は武術にたどり着いたんですよ。こんな僕でももしかしたら夢が見れるかもしれないと思って、僕世界チャンピオンになれるっていう確信があって、それやったわけじゃないですよ。なれる可能性があるかもしれないと思ったんですよ。このままみんなと同じことをやってもそれは無理だって、もうゼロと思ったんですよ。でも 1% でもあるかもしれないと思って、僕は武術にね入っていきました。で実際やっぱ自分は楽しかったですよ。その希望を感じながら稽古しましたがね、勝てるかもしれない、可能性があるかもしれないっていう毎日を積み重ねていたので、とても楽しかったし、今でも楽しいです。なぜなら昨日の僕より今日の僕の方が強いから。これはもう本当に自信持っています。絶対僕、昨日の僕に負けないし、1年前の僕にも負けないです。もちろん若い時の僕にも全然楽勝で勝てます。そういう、分かんないですよ。やったら分かんないけど、少なくともそういう自信はあります。MMA とかだったら分かんないです。ルールの世界のは分かんない。でも少なくとも1対1の素でパッと殴り合えって言われたら負けない自信はありますね。だからそういう希望を持てるものだと思うんですね、僕はね。で皆さんにもなんかそういう希望を持ってもらえたら、毎日がちょっとね楽しくなると思いますんでね、今日その希望をちょっとでも感じてもらえたらと思いますので、ではよろしくお願いします。お願いします。お願いします。武術を学ぶためのコツとして、受けるってことがすごい重要です。今こう力を抜いてもらって、僕はこうドンとこつく、ちょっと重たい感じがすると、で林さん、これをちょっとムキムキにしてください。ちょっと入りづらくなりますね。もったいないです。今何が入ってきたっていう成分が分かりづらくなります。だから林さんが損するんですよ。なんで皆さんね、受けるときは受け入れてください。味わってください。なるべくフリーな状態で、なるほど、なんか重たいものが入ってきたなみたいな、その成分分析にね、一生懸命頑張ってください。では早速やってみましょう。では立ってください。そうだ、せっかくだから椅子軸を先にやっちゃいましょうかね。じゃあふにゃふにゃになります。ふにゃふにゃになって、そこからスッとまっすぐします。これで皆さんのバランス調節機能が整いました。この状態で稽古していきたいと思います。まず、僕内反地の型を一回やりますね。内反地、これをやると強くなります。全身が移動する。地面蹴っても腰ひねってもいません。ただ手を出したら体全体がこっちに引っ張られて動く。それを内反地の立ち方っていうのでね、まず徹底的に学んでいくんですね。さっきやったこういう立ち方を作って、こう向いていくとこう体重が移動するってことを体に染み込ませていきます。じゃあまず、立ってください。ちょっと普通にただお辞儀をしましょう。皆さんね、バッチリできますね。素晴らしいです。じゃあ今度はお尻を出さないように、お尻を安定しないようにお辞儀をしてみてください。どうぞ。そうです。それが重たい突きなんです。バランスを取らずに、重心が移動するというね。じゃあ今度手を出しましょう。じゃあこっちの手を出した時に起きてることを感じてください。で今はね、割とこのバランスが不安定な状態だから、ちょっとしたことでも気づきますよね。でそれをこの安定した状態ですね、この状態でやっていくのが内反地立ちの稽古になります。では大体こんな感じの広さです。そして膝をね、これでもかと張ります。思っているより張ってください。もっともっと横に張るね。膝をガツンと張って、膝関節股関節の固定しますね。曲がらないように伸びないように固定する。頑張って体まっすぐですね。そのまま右を向いたら重さがこっちに転がっていきます。引き算です。いらんことをやめていくね。でその時にずっと膝張っとかないと絶対こうたわみますからね。
股関節、膝関節、たわむ重さが逃げるんで、逃がさないように張りながら転がっていくね。内反地立ちを作ってもらって、こっちの人はですね、上から下にこうやって圧をかけます。こうなんかどっかでこう逃げる感じ、ちょっとねゆるゆるする感じがあります。触れば分かります。なんかこう力が逃げてるなっていうね、クッション性があるというかね。でそれをガツンと張って体まっすぐですね。力むってことではないです。一生懸命この張ることは頑張ってください。ずっとつながった状態で、どの瞬間も膝が張って、膝関節がこう曲がったり蹴ったり緩んだりせずに、このつながったまま移動する。はい、じゃあ2人組でね、こう触りながらね、やってます。移動していいですかね、ひどいところでやってください。じゃあ礼をしましょう。はい。このままってことですか。こうやってほら、これを当たり前にしていくと、もうこう何しても同じようになるんですね。体の中にインプットされたその回路がね。だからそれでポーンってやれば、もうそれが全て威力になりますんで、これを丁寧にやってくださいね。こうしたらこんな感じですか。この自動値張って全力で張ってれば抜けば引っ張られてくれます。で、わかります。わかります。膝がね、そうそう、はい、膝がたわんできました。ですね。はい。で、大事なのがやっぱりさっきの蹴らないとか、曲げない、伸ばさない、倒さないね。あと目の高さ変わらないとかね、やりたいことで全部一緒なんですけど、遊びを作りたくないんですね。体を合体させたまま、このわずかな重心の移動によって引っ張られることによって重心が転がっていくということを体に染み込ませたいんです。で、今からまず内反地突きっていうね、このすごく特徴的な突き方を練習してほしいんですけども、今これね、手まっすぐだから、いわゆる骨格が揃った状態です。こっちをこう押しても、でこの力がですね、こっちの足に抜けるようにしてみてください。そうそう、そっちの足で受け止める感じ。いいですね。おらっふわっふわっだからね、2対1でもね、この姿勢が揃って、要は骨が並んでるんでね、押せないんですよ、ね。まず脇を締めるっていう動作ね、こう外側にこうひねってほしいんですね。親指を外側にひねる感じ。そうすると脇締まりますね。はい。でこれであと全力で伸ばすっていう動作。拳が遠くにいってください。で立ち方は変えないよね。ここが緩まないですから。伸ばしたままひねるからよりつながるんですね。ひねるっていうのは螺旋状に伸ばすことだと思ってください。まっすぐなんですけど、均一に張ると、でここに負けない、この圧力に負けないようにしてもらって、そう、それでちょっとガタッとして、本当や。肩で負けるんですね。今ね、これで強い状態できましたね。でその状態で肘から先を伸ばしながらひねる。力を抜いて触れます。でその状態でこっちの人は拳が遠くに行きながらひねると、重心の移動が伝わってきて、こうやって崩れます。肘から先だけを伸ばしながらひねります。伸ばしながらひねる。そうです。いいです、いいです。ひねりながら伸ばす。でここ見る。そういいです。締めて、そうですね。はい、そういう感じです。はい、じゃあ今のを組み合わせて内反地突きをやりたいと思いますので、こっち向きでやりましょう。はい、立ち方全力で作って、ギューッと絞る感じですね。体全体をね。これが体のつながりが強くなってきます。強くなっていくとちょーんと打てば、もう全身がドーンと連動する体になってきます。例えばこうふにゃふにゃの手ですよね。ふにゃふにゃの手でも同じです。こういう手でもつながれるんですよ。はい、どんな手でも一緒です。要はその感覚さえ覚えてもらえれば、体は一体化しますんで、感覚を身につけていくね。つながってる感覚を身につける。はい、バツンと張って、この稽古したらすぐ突き強くなりますから、頑張ってください。ぐわーっと絞る。きつい感じ。こっちも拳が遠くに行きましょう。肩力まないようにね。はい、外側にひねりながら溝落ちのラインを通っていきます。手首まっすぐしましょう。拳もしっかり巻き取って。
目がチカチカします。近々いいですね。いいんですけど倒れないでください。そうこういうどこまで追い込めるかってことですね。でやっぱり上達すればするほどきつくなります。忙しいとかもう言い訳にはならないんで、はい、強くなりたいかなりたくないかだけなんですよ。はい、ぜひやってもらいたいなと思います。はい。いいですね。でも皆さんきつい感じですね。いいでしょう。その感じです。その感じ強くなります。じゃあですね、これを今度はね、いわゆる取り手っていうね技につなげていきます。ここを逃がさないようにしますね。ここがゆるゆるしちゃうと、相手に伝わらないので遊びを消したままこのまま伸ばしながらこうひねってあげると相手に響きます。引っ張りながら俺がこう下に行く。拳をこう引っ張ってあげます。伸びましたね。でこのままひねってあげます。とこうそのままあとははい最後戦術のところいきますね。僕ね動画でも紹介したんですけども、よく僕戦いでズケズケ歩きますね。ズケズケ歩いてくると相手はルールにもよりますけども、普通、一般的な格闘技であれば顔を殴ってきますね。顔を殴ってくるから僕はこれをこれでこうね出してやるってことをやります。じゃあこれをねゆっくりちょっとやってみましょうかね。そうこの状態骨格強いですね。OK です。ありがとうございます。試合出られた方とか分かると思うんですけど、余裕ないですよね。ああしてやろうこうしてやろうとか、ああしないようにしようとか意識を向けてる余裕なんか一切ないですよ。その瞬間のお互いの動きの中でもその素早いものをやっていかなきゃいけないんで、だから無意識に落とさなきゃいけない、ね、そういう体を練っていくのが内ハンチなんでね、もうぜひぜひもう本当にお勧めします。ぜひねうちの生徒、誰ちゃ始めてまだ3年経たないんですけど、結構ね皆さん強くなってる方いっぱいいますんで、ぜひ食らってみてくださいね。ありがとうございます。よろしくお願いします。マドンの瞬間。なので僕がすごいわけじゃないということです。内ハンチやったらみんなできます。はい。本当に皆さんの希望になってもらえたらね、とても嬉しいですので、楽しんでください。内ハンチライフをね、楽しんでください。はい。では、姿勢を正して、そう。6戦目。正面に。はい。お互いに。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。